はい、それではシングルプッシュプル切り替え式 6L6 アンプの制作第4回目スタートしたいと思います。このシリーズもですね、前回で終わったつもりだったんですけれども、どうしても試したいことがありまして、1回追加することにいたしました。このシリーズの中でですね、作動型位相反転回路というものを備えた、プッシュプルアンプ作りまして、非常に音がいい、出音がいいということで、私今はもうこれ愛用しています。音楽聴くときにこれ使っています。回路図で書きますとですね、この青で囲んだ部分ですね、ここが作動増幅型の位相反転回路ということになるんですけれども、この回路のいろいろな部分を以前、オシロスコープで計測したところ、ご記憶にございますでしょうか。これがですね、回路の2番ピンと5番ピン、プレートの部分ですね、プレートの部分の電圧を測ったもので、入力にプラスマイナス 1V の制限波を入れています。そうすると、プレートの部分も制限波でこう揺れるんですけれども、ちょっとこれですとですね、プレートの部分の電圧が乗っかってしまって、よく分かりにくいので、AC 測定ですね、DC 成分をカットしてやりますと、ご覧いただいているような絵になります。2番ピンの出力と5番ピンの出力ですね、位相はきれいに反転しているんですけれども、振幅がぴったり揃っているかというと、そうではなくて1割ぐらい出力に差があるということがこのオシロスコープの画面から見て取れます。この部分がですね、どうしても気になっていて、もう少しこの2番ピンと5番ピンの出力の振幅をですね、ピタッと揃えることができないんだろうかというふうなのが、ずっと引っかかっていました。でですね、おそらくこういうふうに振幅がずれてしまうのは、現状ですね、この作動型位相反転回路のところに、低電流回路を必ず使う必要があるんですけれども、そこでこの大きな抵抗による、言ってしまえば模擬低電流回路にしているところが原因なんじゃないかというふうに考えて、ここの、抵抗で作っている低電流回路をより、本格的というか、低電流性能に優れたものに変えてあげると、この部分の結果どうなるんだろうということが非常にずっと気になっておりまして、今回5極間ですね、真空管を使った低電流回路に変更してみようということを思い立った次第でございます。でですね、もう一度振り返ってみますと、今、この低電流回路のところは、大きな抵抗と、このマイナスの大きな電圧を持った C 電源、これで、実装しています。今、100キロオームの抵抗が入っていて、C 電源としてマイナス 208.5V という電圧を用意して使っています。で、ここの抵抗の値が大きくなればなるほど、低電流回路としての性質が良くなる、ちゃんとした低電流回路に特性が近づいてくるということで、じゃあここは仮にですけれども5倍にして500キロオームにしたいですねと思いますと、今度は C 電源がですね、これマイナス 1000V を超えるということで、非常に大きな値の負の電圧が必要になってきて、これ今使っている電源トランスではとても作り出すことができません。いうことなので、抵抗を大きくしていって低電流の性能を高めていくというのはなかなかちょっとこれ以上は難しいんじゃないかというふうに考えました。で、いろいろ調べていくうちに真空管、しかも5極管を使った低電流回路というものがあることを知るに至りました。これですね、私別に皆様に何度か大っぴらに申し上げてるわけじゃないんですけども、基本的には現行真空管ですね、今新品で手に入る真空管で、基本的には作っていきたいなと思っていまして、今新品で手に入る5極管の一つに EF806S というものがあります。それの特性曲線を今こちらに表示しております。これでですね、どこでもいいんですけども、エイヤーと仮にプレート電圧が 140V、バイアスがマイナス 2.5V、のところを、静止状態に持っていきますと、2.05mA 流れているというところが、このグラフから読み取れると思います。そして、このプレート電圧がですね、少々
上下に揺れ動いても、10V や 20V、増えたり減ったりしてもですね、ほとんどプレート電流の流れる量が変わらないというところを、ご覧いただけるんじゃないかと思います。別の言い方をしますと、この五極管というのは非常に内部抵抗が大きな抵抗値をプレートの部分に持っているということが言えまして、この内部抵抗というのはこの特性曲線の傾きの逆数で求められるというふうに、定義されていますから、ちょっと計算してみますと、これほんのわずかのですね、電流量の違いを読んでますので、もう読み取り誤差多分にあるとは思いますけれども、計算してみますと、この内部抵抗、3メガオームと出ました。これが正しくないとはしてもですね、先ほどこちらの回路で表示しました100キロオームよりははるかに大きい、数メガオームのオーダーの内部抵抗を作り出すことができるというか、もともと持っているということがこのグラフから分かります。ですので、先ほど抵抗があった部分をこの五極管のですねにそっくり入れ替えます。置き換えます。でこの五極管、先ほどのこのバッテンマークを書いたところですね、どういうふうな電位差で動かしたかといいますと、プレート電圧が 140V、それからこちらにありますけれども、スクリーングリッドの電圧 140V、そして、バイアスがマイナス 2.5V というふうなことですので、各部分の電位差がちょうどそうなるようにですね、ここが1.5V ということですから、そこから、140V を下ろすということで、プレート部分に、マイナス 138.5V にします。そしてさらにそこからバイアス電圧分の 2.5V を硬化したものを C 電源として用意してあげますので、マイナス 141V の C 電源を用意してあげる。こういうふうにしてですね、五極管をここに配置すると、あたかも数メガオームの抵抗を、この部分に、接続したのと同じ効果が得られるのではないか。そうすると、より低電流回路の特性が増すのではないかというふうに考えたわけです。はい、そこでですね、各部分を計算していかなければいけないんですけれども、この C 電源を作るために、今回はですね、電源トランスの 320V タップ、こちらを使います。でここをどういうふうに分圧していけばいいかですけれども、簡単に計算してみますと、おおよそ 58kΩ ぐらいの抵抗と150kΩ の抵抗で分圧してやると、ここに 141V、マイナス 140V ぐらいが、取り出せるんじゃないかというふうになったんですけれども、そもそもですね、この電源トランスの 320V タップの電圧っていうのがどれぐらい出るのかっていうのが、定かではございませんので、今回も、ここではですね 50kΩ、51kΩ の固定抵抗と、20kΩ のボリュームを使ってですね、後で調整しながら、だいたいここがマイナス 140V 近辺になるように、調整してやろうというふうな回路を作りました。そしてですね、ここ先ほどは 150kΩ の抵抗1本だったんですけど、なぜか 75kΩ2 本で分圧してマイナス 70V というものをここに作っています。これはどこで使うかと申しますと、ヒーターバイアスとして使えます。どういうことかと言いますとですね、ヒーターとそれから加速度の間の電位差というのは上限が決まっています。例えば、初段で使う 6SL7 はですね、この規格表に書いてありますけれども、ヒーターと加速度の間が最大で 90V以上では困りますよと、それがマックス最大限の値ですよというふうに書いてあります。それから、五極管の方ですね、EF806S の方は、ヒーターとフィラメントの加速度とフィラメントの間が 100V ですよと、これが上限ですよというふうに規格表に書いてありますと。で、現状ですね、6SL7 の加速度は 1.5V、それから、この EF806S の加速度はマイナス 141V にしようとしていますので、ヒーターの電圧をですね、その、真ん中ぐらいですね、マイナス 70V にしてやれば、この 6SL7 の加速度に対してもだいたい電位差が 70V
それからEF806S の加速度に対しても電位差が 70V ぐらいということで、この絶対定格に収まるんじゃないかということなので、ヒーターのですね、線にバイアスをかけてあげる、マイナス 70V のバイアスをかけてあげるための、電圧を取り出すために、ここで、75V、75V で分圧したということになります。それではですね、組み上がった外観の方を、ご覧いただきたいと思います。はい、こちらが外観になります。このシリーズもともとシングルプッシュプル切り替え式アンプということで、行ってきました。ですので、最初ここにはですね、シングルアンプ用の出力トランスが2個あったんですけれども、それを取り除きまして、その空いたスペースにですね、5極管 EF806S を、設置したということになります。なのでちょっとですね、トランスの配置があまり見かけない感じにはなっていますけれども、これは実験機ということで、しょうがないかなというふうに思ってます。はい、ということでですね、外観ご覧いただきました。もうシングルアンプ用の、出力トランス取り外してしまいましたので、もはやシングルプッシュプル切り替え式アンプと名乗るのはもうちょっと全然それにそぐわない形状にはもうなってきてしまったんですけれども、ちょっとご容赦いただければと思います。はい、それでですね、各部分の電圧を測ってみましたところ、初段のですね 6SL7 のプレートの部分が初毛の最初 150V ぐらいを期待してたんですけれども、それよりもだいぶ高い電圧になってしまいました。これはですね、おそらく流れている電流が十分、最初の気体はですね 1.05mA だったんですけども、それよりも少ない量しか流れていないので、ここのですね負荷抵抗で発生する電圧効果が小さくなってしまって、この 250V 付近ですね、初段用の B 電源電圧 258V ですけれども、今回測ってみたところ、そこから十分な電圧効果を経ないままプレートに入ってきてしまったので、ここの電圧が最初の期待よりは高くなってしまったんじゃないかというふうに考えました。ですので、もう少しここの低電流回路に、たくさん、電流を流したい。そのためにはですね、こちらの特性曲線に戻っていきますと、もっとプレート部分に電流を流してやるためには、バイアスを浅めの方向に、してあげるということですので、加速度の抵抗、加速度下にぶら下がった抵抗の値を、現状ですね、1.2kΩ にしておりましたけれども、これを 1kΩ に変更してみようというふうに考えました。それからここに用意したボリュームですね、可変抵抗器ですけれども、だいたい 10kΩ 前後、11kΩ ぐらいにすると、マイナス 141V がここから取り出せるというふうになことが分かりました。ちょっと手持ちでですね、ぴったりしたものがなかったので、ここはトータルで、60kΩ に、することにしまして、回路図を書き換えて、最終的に各所の電圧を測ってみました。はい、ここが 60kΩ ですね。それからこの低電流回路 EF806S の加速度の下の抵抗を 1kΩ に変更しました。で、そうしますとですね、少し電流がより流れるようになったのか、L チャンネル側はですね、期待しているプレート電圧にかなり近くなってきて、もうこれで、十分満足いくレンジに入ったんじゃないかなと思うんですけれども、どうしてもですね、L チャンネル側がですね、まだ十分に電圧が落ちきっていません。おそらく流れている電流の量がプレート電流の量が小さいんだと思いますね。ここの低電流回路に流れる電流の量がまだ小さいんだと思います。これどこが原因なのか、おそらくこの EF806S のですね、真空管のばらつきによるところが大きいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、ちょっとこの EF806S、あまりその安いものではなくてですね、結
構な、いいお値段しますと。いうことでですね、おいそれとこうポンポン買えるようなものじゃなかったので、ちょっとここは、どうするかなと対策を考えるんですけれども、ちょっと申し訳ないんですけれども、本当の私の当初よりのコンセプトからは外れてしまうんですけども、抜き玉、中古玉をですね、ちょっと今度秋葉原に行った時に買ってきてですね、この EF806S と、同じ特性を持つ、同じ品番のもの、もしくは同じ特性を持つ、缶 EF86 とかいろいろありますので、そういう中古の真空管を買ってきて何本か、抜き差しして、ここがL チャンネル側がですね、もう少し値が、プレート電圧値が下がってこないかというのは実験したいと思いますが、今回のところは一旦これで、よしと置いておくということにしました。はい、ということでですね、各省のオシロスコープで、電圧を測ってみました。まず入力部分ですね、6SL7 の1番ピン、ここにはプラスマイナス 1V1kHz の制限波を入力してますので、当たり前ですけれども、プラスマイナス 1V の制限波がきれいに観測されます。これを入力したときにですね、6SL7 の2番ピン、5番ピンがどうなるか測ってみました。こちらがですね、DC 接続測定した場合ですから、最初のプレート電圧が乗っかった状態になっています。ちょっと見にくいですので、DC 成分をカットして AC 測定してみますと、ご覧いただきました通り、2番ピン、5番ピン両方とですね、振幅がぴったり揃いまして、同じ振幅値を持つきれいに位相が反転した制限波を、取り出すことができた。これ変えてよかったなと、抵抗のままだと非常にちょっとなんかこう心残りというか、後ろが引かれるじゃないですけど、なんて言ったらいいでしょう、どうしても気がかりというか引っかかるところがあったんですけれども、5極間の真空管式の低電流回路に変えまして、きれいに、振幅が揃ったで、そして位相がピシッと180度反転した波形が取り出すことができたということなので、これでいろいろとですね、回路が、フィックスできたかなというふうに思います。それからですね、最初に私この5極間ご紹介したときにですね、いきなりプレート電圧を 140V、で仮置きしましたと。これ なぜなんですかねというのをちょっとひょっとしたらご覧いただいている方の中で、怪げに思っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、ここはですね、なぜそうしたかと言いますと、スクリーングリッドの電圧が 140V であるというところがきっかけになっておりまして、本来であればこのスクリーングリッドですね、 EF806S の1番ピンなんですけれども、ここに、スクリーングリッド用の電圧を投入しなければいけないんですけれども、ここが 140V ということから考えますとですね、C 電源の位置を、140V 付近にするとですね、マイナス 140V 付近にすると、ちょうどこのアースですね、グラウンド線のところがこのC 電源よりプラス 140V とみなすことができるわけですよね。でこの、グラウンド部分をこのスクリーングリッドの電圧に使ってあげますと、もう一つなんかここら辺でですね、この C 電源を作る回路で別の電圧を作らなくてもひょいひょいっとこのアースの線からですね、スクリーングリッドのところに接続してやると、スクリーングリッドの電圧を用意することができる。ちょっと言い方は悪いですけれども、ちょっとした横着ができるということなので、このプレート電圧を 140V、そのためには、C 電源の電圧をマイナス 140V ぐらいというふうにしてあげました。これによってほんの少しですけれども、回路がシンプルで組み上げも簡単になると。ということは、おのずと失敗も少なくなるということなので、ちょっとこういう工夫をしてみたということになります。はい、ということでですね、音聞いてみました。よりワイドレンジになったんじゃないかなと思います。しかもですね、それ低い周波数の方によく伸びてるなというのが印象に残りました。
音量が増えたということはなくってですね、より低い方へ、再生可能な周波数帯域が伸びたように、感じることができました。それからですね、ボーカルがポーンと声を張った時にですね、ボーカルの声が歪むんじゃないかなって時折ちょっとなんて言うんでしょうね、身構えてしまうんですけれども、そういう時にもですね、のびのびと張ったボーカルの声がスーッと伸びて、再生されまして、歪み感が非常に、少なく感じられます。ボーカルがですね、より声を張って大きな声量を出した時に、たまに感じる歪み感のようなものが低減して、よりクリアに、前から申し上げてますけれども、よりハイファイな音に近づいたんじゃないかなと。歪み感の少ない、そしてワイドレンジな音、スピード感のある音に、なっていったんじゃないかなというふうに思いました。ですのでですね、今回こういうふうに心残りだった低電流回路の改良が完了しましたので、永続的に使えるアンプですね、ケースに色も塗って、綺麗に仕上げていきたいと思います。もう次こそは作ります。作ります、詐欺にならないようにですね、次こそは作ろうかなというふうに思ってますので、いろいろな実験、回路の制作はこれで一旦終了にして、次回以降、このプッシュプルアンプの制作、ぜひご覧いただければなと思います。はい、大変長いシリーズにまたもう1回追加ということで、もう長いことになってしまいましたけれども、ご覧いただきまして、どうもありがとうございました。